ワインディングで進化を発揮。これが SUV とはとても思えない。キレッキレに曲がります。パワーモードはマジで注意。気持ちの準備をしてください。早すぎますから。ベタベタのグリップ力。コーナリング中もタイヤが地面と離れる感覚がありません。今回の動画は e パワー乗りがアウトランダーに乗ったらというテーマの動画になります。今 PHEV 界のキングであるアウトランダーはまさに三菱を代表する顔。実際にアウトランダーの口コミなどを見ますが、いい話しか見ませんね。そんなアウトランダーの最大の魅力、走行性を皆様にお伝えしていきますので、アウトランダーを購入検討されている方はぜひ参考にしてください。そして動画参考になりましたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではやっていきましょう。はい、それではまず皆さんが一番気になる加速性能をお話ししていきます。まず第一印象ですが、速い。とにかく速いです。詳しい話をしていきますが、まずはスペックの確認です。このアウトランダーは PHEV という構成で、出力装置はエンジンと2つのモーターで、それらでタイヤを動かしています。エンジン型式は 4B12 型 DOHC4 気筒 2.4 リッターのモデルです。最高出力が 98kW。そして三菱の PHEV の要でもあるモーターですが、フロントが 85kW、リアが 100kW、合計出力が 185kW となっています。この出力値で気になるのが加速力ですね。冒頭でもお伝えしましたが、とにかく速い。本当に従来の SUV とは思えない加速力が発揮できるのが、このアウトランダーの強みでもあります。このアウトランダー PHEV、P グレードの車両重量が 2110kg。これがどれくらい重いかというと、トヨタのハイエースとかと同じくらいです。こういった車の場合だと、エンジン出力が伴っていないと、発進時ももたつきや加速がいまいちなんていうね、そういう現象がありますが、アウトランダーはモーター出力でその現象を無視できます。EV 走行ならではの走り出しの良さと、モーターでの力強い加速力が非常に魅力的です。走り出しにもたつきなんかは一切感じません。むしろ早く発進できるあまり、ちょっとびっくりします。アクセルを踏めば踏むほど、運転者の希望する速度にレスポンスよく応えてくれて、速度が上がっていく。このワクワク感は他の車ではなかなか味わえないと思います。しかも三菱自動車 PHEV はそのほとんどを EV で走行します。国道を走行するくらいでは逆にエンジンは稼働せずに2つのモーターで賄うことができます。唯一エンジンがかかるのが急加速時ですね。これはシリーズハイブリッド走行でエンジンが稼働しているのは駆動力をタイヤに伝えているのではなく、電気を生み出してバッテリーに蓄電、もしくはその電気をモーターに送ってタイヤを動かしています。ほとんどがモーター走行で快適な走行ができるので、出力としては十分すぎるほど高いことがよくわかりますね。そしてその加速性に関しては、モードの状態によっても違うので、次の項目で見ていきましょう。モードセレクト7種。アウトランダー PHEV は路面状況や走行状況、ドライバーの気分に合わせてドライブモードの変更ができます。出力特性で3つ。パワー、ノーマル、エコ。路面状況で4つ。ターマック、グラベル、スノー、マット。計7つのモードを選択できます。まず出力特性の方から見ると、ノーマルモードでは走行性能と燃費性能のバランスが重視されています。おそらく一番使うことになるモードになりますが、このノーマルでの不満点は走行していて特に感じませんでした。出力不足も感じなかったので、
加速を求めなければノーマルで十分ですね。日常生活ではこのモードが特におすすめができます。かなり完成度が高いです。エコモードではノーマルより出力は落ちます。さすがにちょっと足りないなとは思いますが、低燃費を目的としたモードで、エコモードに入るとモーターの出力値を抑えて燃費に貢献できますので、役割は果たしてますね。そうなってくると、ちょっと心配なのが上り坂での走行ですが、ノーマルとエコモードで特にストレスを感じずに走行することができました。素晴らしいです。パワーモード。こちらは加速の力強さとアクセルレスポンスを最大限まで高めてパワフルな走行が可能。パワーモードにした瞬間、劇的に加速が良くなりました。これはアウトランダーのオーナーさんならわかるかなと思います。ノーマル、エコが日常なら、パワーは非日常。上り坂使用時にはガンガンと坂を登っていき、まるでオフロードを走破するかのような驚愕のパワーを見せてくれました。特にパワーモードでペダル踏み込み後の車体の沈み込みが、まさに今から急加速するから気をつけてねとアウトランダーがドライバーに注意しているかのようで良かったですね。ロケットスタートとはまさにこのことだと思います。私はパワーモードを追い越し時と上り坂で使用してましたが、SUV を走らせているとは思えないほどの加速力が本当に心地よく、もしかするともうずっとこのモードでいいかもしれないと思ってしまいました。アウトランダー購入検討者の方にはぜひパワーモードを試していただきたいですね。次に路面状況に対してのモード変更ですが、代表的なのがターマック。こちらは乾燥路での使用。ターマックでは後輪の駆動配分を高めるなど制御が入っていて、ワインディングでキビキビ走れる高い旋回性能を発揮します。今回実際にワインディングでターマックを使用した結果、もしかして今車高の低いスポーツカーに乗っているのかなと錯覚してしまうほど旋回性能を見せてくれました。何度も言いますが、この車は SUV とは思えません。ワインディング走行中には発生する慣性を乗り越えて、横に力が逃げることなくスムーズな旋回。さすがの私でもこの四輪の道路にベタベタのグリップ力を感じることができました。後輪の駆動配分を高めたことで、後ろからアシストを感じる部分もあります。これによってとにかくハンドルが切りやすい。あまりにもドライバーのハンドルさばきに対応してくれているので、ワインディング走行中にこれもしかして急にハンドルとか切ったら対応できんのかなと思ってしまって、コーナーで結構な勢いでハンドル切ってみたんですが、いやー、アウトランダー君は素晴らしくできる子ですね。見事に対応してきました。ハンドルを切った瞬間に横に G はかかりましたが、車体の姿勢はそこまで崩すことなく、次の瞬間には姿勢はもう元通り。タイヤは外輪のトルクの増幅、内輪は減衰力を感じましたね。本当にアウトランダーはサーキットでも通用する実力のある車ですので、ただ PHEV がすごいっていうだけじゃないんだよっていうのをこの動画でもアピールしたいです。三菱最高の SAWC。ついでにこのまま SAWC の話をしていきます。SAWC とはスーパーオールホイールコントロール。簡単に言うと四輪の駆動力と制動力を制御する、三菱自動車独自の車両運動統合制御システム。これを制御しやすいツインモーター式にすることで優れた走行性能を発揮できます。実際にこのワインディング走行中に気づいたのが、外輪にはトルク増幅、
内輪には制動力。これらが働くことによる走行安定性は驚くほど高く、自分がイメージで描いた走行軌跡をライントレースすることができます。さらに付け加えるなら、新型アウトランダーは後輪にもブレーキ制御が追加されています。その効果で4輪に制動力の配分が可能になったため、制動力の安定と旋回性能の精度がずば抜けていますね。結果、ワインディングでの車体安定性が最高なんですね。ちなみにこの SAWC の進化が発揮できるのは、ワインディングやコーナリングだけではありません。もちろん加速時にも4輪の制御が入るため、先ほどのパワーモードの加速時も車体が前後に揺れることはありません。この車体のブレがないことで、加速する時も躊躇なくペダルを踏んで加速することができるのはアウトランダーの強みですね。本当に最高の制御をされている三菱自動車のエンジニアはすごいです。めっちゃ止まるブレーキ。SAWC での制動力の話が出たので、ブレーキの話を続けてします。アウトランダーは前後のディスクブレーキ、ブレーキローターが従来よりフロントが296から350、リアが302から330へと、実はね、従来のモデルよりも大型化し、安定した制動力を得ることができました。実際に使ってみたところ、めちゃめちゃ止まるし、反応も良すぎるくらいです。ブレーキペダルを踏んだ瞬間に、すごい制動力がかかって車を停止します。正直な話、ちょっと効きすぎるくらいですね。うまくブレーキペダルの踏みしろを調整できないと、カックンブレーキになってしまいますね。これがアウトランダーである種一番難しい操作でした。ただ、車両重量が2トン、ボディの大きさを考えると、ここまで制動力が高いのは逆に安心感があります。走行中はちょっとブレーキ難しいなと運転していたのですが、それをクリアにできる方法がアウトランダーには搭載されていました。イノベーティブペダルオペレーションモード。そう、ワンペダルです。正式名称、イノベーティブペダルオペレーションモード。簡単に説明をすると、アクセルペダルのみで加減速が可能な機能です。こちら、コンソールにあるボタンを押してオンさせると起動し、アクセルオフ時に最大 0.2G の減速度がかかります。この状態で完全停止するには、最後にブレーキを踏む必要がありますので、減速度を使って速度が落ちてきた最後の最後でブレーキペダルを踏むと、ちょうどよく止められます。正直な話、このアウトランダー PHEV では、このモードが常時使用が最適だと思います。先ほどモードに関しての話をしましたが、実はノーマルとパワーモードの使用時には速度が上がりすぎてしまうため、速度コントロールが非常に難しいです。高速道路走行中にはこの悩みは生じませんが、街中走行中やワインディング中にはブレーキペダルを踏む回数が増えてちょっとめんどくさい。そんな時にワンペダル走行。速度が上がりすぎることなく走行が可能なので、コントロールが楽になります。電動車特有の機能で、ブレーキを踏む回数も必然と減らすことができますので、足の負担を減らすことや、ブレーキペダルの消耗を減らすこともできます。かなり活躍する場面が多い機能になりますので、試乗の際はぜひお試しください。最高品質ディスプレイ。今の話でワンペダル時にはモードがディスプレイに表示されますが、このメーターディスプレイは 12.3 インチのフル液晶ディスプレイ。ディスプレイは画面を自由に表現された2つのモードが用意されています。一つがクラシックモード。こちらは二眼メーター表示で、右がスピードメーター、左がパワーメーター、そして中央にはコンテンツの表示。コンテンツにはエネルギーフローや車両情報などを表示可能。もう一つはエンハンスモード。こちらはメーターを立体的にリング表示し、強固さを表現。
中央画面ではクラシックモードよりコンテンツを大きく表示することができるので、画面を見るのが非常に楽しくなります。この中央画面ではマップやエネルギーフロー、走行モードの切り替えなどの表示ができますので、より先進的な技術を楽しむならこちらのモードを使いましょう。静粛性。基本的にアウトランダーの車内は静かで、隣もしくは後ろの乗員と会話ができる最適な環境です。ポイントで説明していきます。まずエンジン音ですが、これを感じることは少ないかもしれません。高速走行時にはエンジン音するなぁと気づきます。それ以外はほとんどモーター走行をしているため、エンジン音を聞く機会は少ないですね。ほとんどがモーター走行なので、この音はどうなのかと。モーターの駆動音は、耳を澄ませばよく聞こえます。意識しないとあんまりわかんないですね。だから音はあんまり気になりません。逆に回生ブレーキ。こちらの音はよく聞こえますね。若干高い音が聞こえるので、ちょっとこれは気になりますが、基本的にはこれがあって燃費を上げているところもありますので、この音に関しては飲み込みましょう。回生ブレーキでの発電でバッテリーに電力が供給されて走行可能距離が伸びます。このバッテリーとガソリンタンク、エアコンの方式によって航続可能距離が従来より伸びました。先代が 800km に対して新型が 1000km です。新型よりバッテリーの容量が上がって 13.8 から 20kWh 時に、ガソリンタンクも先代の45リットルから56リットルに変更。エアコンの方式が温水ヒーター式から消費電力を抑えるヒートポンプ式に変更になりました。ガソリンとバッテリーを組み合わせ 100km 走れるのは安心感がありますよね。ちなみにガソリンとバッテリーを組み合わせ 1000km 走れるのは安心感がありますよね。ちなみに 1000km 走れれば東京大阪を往復できます。遠征時に充電給油の必要のないのは時間の削減になりますね。この航続可能距離のバッテリーのみの距離ですが、この最上級の P ですと JC08 モードで 99km、WLTC モードで 83km 走れる仕様になっています。先代が55とか 60km だったんで、数値的にはかなり向上しておりますが、注目はこの 80km 以上走れるところですね。アウトランダーでの通勤を想定し、だいたい片道 40km 以内だったら、往復で 80km。つまりその全てをバッテリーで賄います。家に帰ってプラグでの充電をすれば、ガソリンを入れずとも電気だけで事足りるというのを目的として、航続可能距離を 80km 以上にしたそうです。長距離走行予定がないと、ガソリンを入れるのを忘れてしまいそうですよね。最後に9インチのディスプレイ。こちら一番お伝えしたいのがマルチアラウンドモニター。これですね。最後に駐車するときに使ったんですが、なんだこれっていう風に思いました。解像度がすごく鮮明にくっきりと白線や隣の車が見えます。これは駐車時に安定感があっていいですよね。積極的に使っていきましょう。今回は e パワー乗りがアウトランダーに乗ったらというテーマの動画になりました。個人的に一番感動したのは SAWC プラスツインモーターの切れ味ですね。こんなに曲がっている時にストレスを感じずに、もはや楽しくなってしまうのはアウトランダーの最大の持ち味だと思います。アウトランダーを試乗したらこの感動を共有できると思いますので、気になる方はぜひ試乗へ。それではそろそろ動画終わります。この動画参考になりましたらチャンネル登録、ご評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。